여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 時には蝶々のような綺麗な踊りで、時には狐のように男たちを惑わすキセンたち、ドラマでかなり見たことありますよね。今日は彼女たちの話を完全に紹介します。まず、キセンの定義から見ていきましょう。一旦、キセンと言ってもいいんですが、広い意味としては、知識と芸術能力を備えた女性ということで、まずは覚えてください。キセンの記録からちょっと見てみたいと思うんですけど、最初の記録は三国時代から見ることができます。まず、北里の時代は、こうやって知識と芸術能力を備えた女性を輸入といった記録があるそうです。その後、百済には、꽃쟁치と言ったらしく、そして、新羅では、천관녀と呼んだらしいです。で、ここで私は個人的に面白かったのが、イメージ的に領土の拡張のイメージがある国里の場合は、おそらく自分たちが占有した国の女性たちを連れてきて、奴隷化して、こうやって貴仙のように育てたと思いますが、それで遊女と呼んで、で、芸術が果たしたと言われる百済の場合は、芸術的な名前をつけてるんですよね。花の争いと面白いんじゃないんですか？それと、宗教的な面のイメージがある新羅の場合は、まさに宗教的なイメージが浮かぶ名前を使っているんですよね。個人的な話だったんだけど、私は面白かったんです。で、その後、キセンの記録は、次の国、古来ではちょっと具体的に見ることができます。古来の武神政権のイ・イミンの時代の記録を見てみると、イ・イミンが男たちは奴隷にして女性で奇跡を作るという記録があって、多分、古来のこのイ・イミン時代から国がキセンを管理し始めたということです。このキセンが詳しく歴史の舞台に出てくるのは朝鮮時代です。朝鮮時代では、キセンがかなり一つの仕事として確立することになり、朝鮮の記録によると、キセンは知識と芸術能力を備えた女性エリートですよね。で、その後、身分は先民ですが、やっぱりエリートだったので、一応知識人が中人ぐらいの扱いをしたそうです。国家管理のキセン庁があるぐらい国家的に管理をした仕事だったらしいです。そして、売春の輸入とは違う芸術家というのが公式的な立場でした。つまり、まとめてみると、朝鮮ドラマに詳しい方はご存知だと思いますが、朝鮮は男尊女卑がちょっとひどかった国だったんだけど、その中で女性として軍女と同じく能力で認められるような女性の仕事だったということですよね。じゃあ、こういったキセンになるためには、まず、教番というところで訓練をしないといけませんでした。この教番には、一人のキセンに文、そして習字、そして詩、楽器、舞、歌、または乗馬、そして詩集まで、かなりいろいろなスキルを教えていたそうです。一人のキセンにこのすべてのスキルを教えるんですよ。で、これは現役のキセンになっても、この教番には1週間1回2回やまた訪ねてずっと勉強していたそうです。一人のキセンになるようなスキルを持つことになると、화초머리という儀式を行ったそうです。皆さんわかると思いますが、以前の動画で紹介したガチェを意味しますが、とにかくこの화초머리という儀式は、初めてのお客さんを迎えて、キセンをデビューする儀式なので、最初のお客さんがやってくれたらしいです。
つまり、犠牲デビューする前には普通の紙でしたが、この花鳥森、このカチェですよね。かなり重たそうなこのカチェ。これをもらうことになります。でも、以前の動画で説明しましたが、このカチェは一つの屋敷が買えるほどのとても高いものでしたので、実際、この最初のお客さんがどういった立場、またはどういった財産を持っているかによって、貴仙たちの人生が決まったそうですよね。つまり、お金持ちとか社会的な地位があれば、そのお客さんから高い価値ももらったり、屋敷ももらって、とても裕福な生活ができたんですけど、むしろお金がなかったり、または社会的な地位がそんなに高くなかった場合は、もう結局、自分が働いて稼ぐしかないという、ある意味では悲しい生活をしないといけなかったということですよね。こうやってデビューが終わった貴仙たちは、現場と言ってもいいでしょう。基盤というところで働き始めます。基盤というのは高級クラブのようなもので、礼儀とルールがとっても厳しかったらしいです。貴仙たちは女性のエリートなので、お客さんたちもそれぐらいのふさわしいマナーを持って、ルールを守りながら遊ばないといけなかったので、かなり厳しかったらしいですね。で、この基盤でママのようなことをしていた貴仙が変数貴仙と言います。変数という言葉は、皆さんドラマとかたまに見ることありますけれども、感触がないけれども、ある集団のリーダーみたいな人をみんな変数と言うんですよね。なので、この貴仙たちのリーダー、ママは変数貴仙と言ったようです。で、この基盤には5つのルールがあったらしいです。まず、お客さんとしては、貴仙は絶対信じちゃダメという、そういった定めがあったらしいですね。結局、貴仙というのもお金のために働いてるもんなので、男にあなたのことが一番好きですよと言ってても、それが本当かどうかは正直わからないということでしたね。で、それと、お客さんが貴仙に花束をあげるのは絶対ダメだったらしいです。貴仙のあだ名が平和と言うんですけれども、言葉が理解できる花という意味でしたね。なので、花に花をあげるということはかなり失礼ということで、花束は決してダメというルールがあったんです。そして、あと3つは、貴仙の前で妻の自慢はしない。貴仙の前で家族の自慢はしない。貴仙の前で自分の学識自慢はしないというのが新しいです。貴仙は、立場的に普通の結婚とか、人の妻になるとかは難しいんですよね。で、そして、家族を持つことももちろん難しい。そういった貴仙に自分の家族の、または妻の自慢をするのはかなり失礼だというルールが新しいです。で、学識自慢の場合は、先ほど言ったように、貴仙はかなりエリートだったので、中途半端なヤンバンが自分の知識を自慢したら、余計にクロスカウンターと言いますかね、逆に逆襲をされて恥をかかされることになるので、これもルール的に厳しく禁じられたそうです。じゃあ、こういった貴仙なんですけれども、ちょっと呼び方がとまたバラバラあって、ちょっと紹介します。朝鮮の地図を見ててですね、王様がいるハニャン、つまりソウルですね。そのソウル近くにいる貴仙たちを경기と言ったらしいです。つまり人気貴仙ですよね。そして各地方にいる貴仙たちを향기と言ったらしいです。その後にもですね、歌が特に上手い貴仙の場合は가기、そして琴が特に上手い貴仙は금기、で、舞が上手い貴仙は무기、で、詩が上手い貴仙は시기と、また面白いんですけれども、戦争などで国が危機にさらされた時に、貴仙として国家のために献身した人は意義と言ったらしいです。で、また、実際、貴仙もエリートとは言うものの、酒と歌と舞があるところに色がないと言い切れないので、実際そういった売春をやっていた貴仙もいて、もちろん貴仙の間ではかなり非難されるというか、下品として見られた
ことだったんですけど、一旦、裏の世界では売春を専門にやってた貴船もいたので、これはチャンギと言います。そして、こういった貴船たちなんですけれども、実際朝鮮後期になると、先ほど言った貴船たちの売春もちょっと増えてくるので、実際レベルが3つに分けられます。まずは、1패という貴船の場合は、王様専用の高級貴船ですよね。そして、その次が1패という貴船たちは、양반などの貴族相手の貴船。そして、3패という貴船が出てくるんですけど、平民相手の貴船です。今から説明していきます。まず、1패は先ほど言ったように王様専用ということなので、実際かなり綺麗な服、またはアクセサリーで自分を飾っていたようですが、皆さんがドラマ見た時に王様の、イベントとかで踊っている貴船たちが全部この1패貴船ですよ。で、とっても高い知識と芸能能力を持っている。もちろん、王様の前で踊るものなので、ベストオブベストですよね。その後、国家が管理していて、海外のお客さんを接待専門だったらしいです。なので、いろんな外国語や、外国語の詩とか文化まで勉強しないといけなかったようです。故に財産はかなり裕福で、引退後は、양반たちの側室になるなど、待遇はかなり良かったみたいです。その後、1패、양반相手の貴船ですが、これが多分今に例えると、テレビで出ているアイドルみたいな立場だったと思いますが、황진이がこの1패貴船でした。で、この1패貴船にはあだ名があって、은근자と呼ばれたらしいです。で、1패貴船の中にも2つに分けられて、公務員担当の官議、貴族担当の民議などがあったらしいです。で、彼女たちももちろん高い知識を持っている貴族とか公務員の前で踊ったり相手をしないといけなかったので、高い知識と芸術能力を持っていました。ただ、非公式ですけれども、性接待や売春もあったみたいです。そもそもこの1패貴船のあだ名の은근자が、隠密に売春をしているという隠語だったらしいですね。ただ、ここで皆さんが覚えてほしいのは、この은근자がやっている売春は、仕事としてではなくて、自分が気に入った人にだけ売春をしたという選択的な売春だったことを一旦覚えてください。で、この1패貴船と2패貴船は、一旦先民ですけど、中人扱い、エリート扱いをしてくれたんです。そして結婚も可能でした。もちろん正室になるのはかなり難しかったんですけれども、側室までだったら結婚も可能でしたということですよね。そして自宅を保有することが多かったんです。先ほど言った、初めてのお客さん、スポンサーと言いますかね。そういった人たちがお金持ちだったら自宅も用意してくれたようです。そして基本的には出張がメインです。出張って書いているけど招待ですよね。お金持ちが屋敷に貴船を招待して、自分たちのお家で踊ったりしてくださいという招待が多かったんです。そして国家管理まで入ったので、どっちかといったらやっぱり女性としてのかなりエリート扱いをされたということです。자、最後に3패貴船ですが、平民相手の貴船です。朝鮮の後期に活発に活動したらしいんですが、3패貴船のあだ名は더벅머리と呼ばれました。ドラマで普通に市場を歩いてたりとかする貴船たちは、ほとんどはこの더벅머리だと思ったらいいんです。この더벅머리たちは一旦、基本的にスポンサーがないと言えるでしょう。なので基本的には自宅よりは基盤、つまり先ほど言ったクラブの寮で住んでいたらしいです。で、知識と芸術能力はあります。ありますけど、とても高級な歌とか詩を使うよりは、一般の人々が好きそうな雑歌、雑の歌と書いて雑歌と読みますが、そういった人気歌謡みたいのを歌ってたそうですね。
で、基本的に売春も並行しました。そして、この売春をやったということで、朝鮮は一旦基本的には、儒教の国だったので、売春がとっても下品なことだったので、完全先民扱いをされていました。でもここで皆さん誤解しないでほしいのは、この三平、貴賤だとしても、一般の人々が簡単に呼べるような人ではなかったんですよ。かなり高い金額を払わないといけなかったので、基本、平民の中でお金持ちの相手をしたそうですね。ちなみに、皆さんが知っているジャンノクスがこの立場から종3품の即日までなるんです。なので、ジャンノクスは本当に貴賤の伝説ですよね。で、その後で皆さんが興味を持って韓国の博物館とか皆さんがいらっしゃいますと、こういった貴賤なのにチャングムみたいな帽子をかぶっている貴賤とかがいますよね。こういったものを약방貴賤または상방貴賤と言うんですけど、異女とか刺繍担当出身の궁녀などが貴賤をしていることですよね。正式な貴賤のスキルを勉強したわけではないので、貴賤スキルは足りなかったらしいです。で、ここで、なんで、異女と刺繍担当などの궁녀が貴賤をやっているのかと疑問がありますよね。その犯人は、皆さん予想できると思いますけれども、연산군の時代でした。연산군はパーティーとか女の人が大好きで、貴賤を集めても集めても足りないということで、궁녀たち、またはこの異女たちも全部貴賤化にして、毎日のようにパーティーを開いて遊んでたそうです。연산군が降ろされた後、次の王様たちがこの약방貴賤、상방貴賤をなくそうと頑張ってたんですけれども、結局연산군が始めてから、なくそうとしても、なかなか難しかったようで、朝鮮後期まで약방貴賤、상방貴賤を見ることはできます。じゃあ、ここでまとめてみると、結局朝鮮時代の貴賤というのは、知識と芸術能力を備えた女性エリート。身分が先民ですけれども、知識人扱い。で、売春をするよりは芸術家。売春がないわけではないけれども、メインではなかったということがわかりますよね。で、こういった貴賤のイメージが、日本帝国時代に変わります。日本帝国時代、朝鮮の第3代目の総督、寺内は、交渉制度というのを公式化するんですよ。日本の芸者文化に詳しい方は、もちろんご存知だと思いますけれども、この交渉制度が朝鮮にも影響を与えて、貴賤たちが、結局、芸術能力を備えた遊女になってしまいます。そして、身分制度は廃止されましたが、結局、先ほど言った1패、2패、3패の区分がなくなって、みんな公式的な売春をしていたので、先民扱いになって、現代の韓国でも貴賤のイメージがかなり悪くなる事件でしたね。それによって、結局、日本帝国時代に貴賤たちは歴史の舞台から消えてしまいますけど、その最後の貴賤たちの話が見れる映画があって、皆さんが大好きな동의のハン・ヒョジュさんが演じた愛を歌う花という映画があるんです。これ日本にもありますので、貴賤に興味がある方は貴賤の最後として見てみてください。じゃあ今日はここまでです。今は消えてしまった貴賤。しかし朝鮮時代のドラマではまだ覗くことができますよね。皆さんちょっと気になるかなと思って準備してみました。今度また面白いテーマで伺います。여러분今日も聞いてくれて진짜 고마워요。 안녕。